どうもパリズマです。いや、そんな美人さんに言われたら幸せだ。俺もいい仕事だな。雑魚は立っとけって感じですね。今宵天狗になった新人の花がへし折られる。ごめんね。月の売り上げ1億円以上、歌舞伎町で勢いが止まらないローランドのホストクラブ。ローランドが決行したイケメン狩りオーディション。勝ち抜いた全国の猛者たちが今度は女性客をめぐり争うと、カメラが捉えたのは。はじめまして、龍一と言います。よろしくお願いします。大きめのマスクが少し気になるこのホスト。聞いてみると、親知らずで歯茎腫れちゃってるんですよ。これ何？これ湿布です。はい、これもう一昨日ぐらいからこれで貼ってやってます。マスクおかしいですかね。なんだろう、顔を売りにしてるんじゃないですか皆さん。はいはいはい。でも顔半分ぐらい隠してるから。いや、マスク越しで伝わるんで大丈夫です。余裕ですよ。実はこのホストの経歴がすごかった。徳川隆一、横浜で知られたホストクラブの元代表。しかし半年前、あえてローランドの下で働くことを決意したのだ。もう休むよりマシなんで、サクラブすごいんで。休めばよかったのに。一日が命取りなんですよ。だからもう出勤してます。もうお客様とかも切れちゃってるんで、今月なおさらなんですよね。そうなんですね。はい、見渡す限りイケメン祭り。ここ歌舞伎町では自分の存在なんてちっぽけだ。だから腫れた顔でも新たなお客さんを狙う。どんな人タイプ？あ、俺か。あとは？あ、俺か。あとは？どこかで聞いた定型文。実はどんな人がいいの？理想は面白い人。ああ、呼んだ。あとはああ、呼んだ。最後にもう一個ぐらいないの？ローランドプロデューサーお願いします。ああ、なるほどね。それは呼んだ。遠回しに俺ってこと？そう、あのレジェンドの鉄板ネタだった。続いてあえて顔をチラ見せ戦略。果たしてご趣味とかは？あんまないの。じゃあ趣味ホストにしよっかね。だから面白いんだよ。稼ぎがいあるじゃん。怖いね。ちょっと怖い。LINE 交換できる？いいですか？ QR コード開いてもらっていい？早いでしょ俺。なんと腫れた顔でも初回客の連絡先をゲット。この初回接客ではホストが代わる代わる接客。そして帰る前にお客は見送ってもらいたいホストを指名。この送り指名を勝ち取るためにみんな必死なのだ。隆一の後に5名のホストが接客。果たしてお客さんの送り指名は誰に？お待たせ。ごめんね。忘れ物ないようにね。いいよ。じゃあ行きますか。ありがとうございます。徳川、見事送り指名を獲得。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。お疲れ様です。すごくないですか？いや、ほら言ったじゃないですか。マスクでも伝わるんですよ。醤油は何だと思いますか？圧倒
倒的トーク力と圧倒的顔ですかね。これをしてやっぱ休むっていう人って結構多いと思うんですよ。顔腫れてとか。でも出るとこういうことがあるんですよ。こうして半年で4番手にまでつけた男はお客運すら味方につけていた。ちなみに写真指名ありがとうございます。はじめまして。お邪魔します。いいですか、隣に座っても。ありがとうございます。こんばんは。韓国で300万円支払い顔面を大改造した朝日蘭ははい、かしこまりました。お客さんの来店時に写真指名されたにもかかわらず送り指名には別のホストが選ばれた。敗因は何だと思うんですか？はい、いいんすか。はい、のやっぱトークですかね。ホストは顔だけじゃないですね。そして視聴者の期待が圧倒的に高かった新人たち。それは全国70名もの応募者から選ばれた新人ホストオーディション組。先輩たちの期待も半端なかったのだが死ぬかもね。疲れるね。やばいね。まさか今日飲むとは思ってなかったわ。ね、俺も初日から飲むと思ってなかった。まさかね。結構やっぱしんどい。視聴者をひたすら不安にしまくった装飾系の新人ホストたちは今王子様風で決めてきましたね。いや、かっこいいです。かっこいいですか。はい。あら。入店から1ヶ月が過ぎ自己プロデュースにもまだあどけなさが残る。一方なんで声を出さない。いらっしゃいますでしょ。よし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 。ちっちゃい。ちっちゃい。内勤の鬼出動にロックオンされたマキシマなどどん底生活が続く中人知れず一人辞めていた。そして最も視聴者の注目を集めたこの新人はというとそんなイケメンじゃないですよ。美人さんなんだから。ついこの間まで JR の車掌として毎日電車に揺られていた颯太。もう入れ墨入っててみたいな感じがすか。売り上げどのぐらい上げたんですか？先月190ぐらいですね。瞬く間に下っ端ホストを卒業。思えば入店日には俺らもう売れなきゃ終わりだぜ。本当よ。終わりだぜ。マジで終わりだよ。こここけたら俺マジ人生積むもん。もういや、俺もそうだよ。絶対売れないと。2人の差は歴然だった。ああ、まあ雑魚は立っとけって感じですね。生きってみせた元車掌装飾系ホスト颯太がもちろん修羅場が待っていた。はいはい。ありがとう。何そのふてくされてんの。え？何そのふてくされてんの。知らへんやん。ごめんね。吹けば飛ぶタンポポぐらいの軽いノリに不快感を示すお客さん。隣の颯太はどこ吹く風。欲しいのは高級シャンパンとここでまさかの出現が飛び出した。今貯金あとどんぐらいなの。今貯金あとどんぐらいなの。そう、相手の財産を聞くのはマナー違反。ご立腹の様子に気づいた颯太の平静を装う目つきにご注目。
シャンパンの話だったら俺は入れてほしいと思ってるけど、そう入れたいあれとかあると思うからが決めていいよみたいな。貯金の話が発端で急にシビアな展開に。というのも颯太は売り上げに固執するあまり、お客さんの日々の細かなスケジュールや懐具合にまで踏み込んでしまっていたのだ。もはやふざけるような空気じゃない。そこで颯太はしたたかな作戦に打って出た。アランさん、自分の今あそこに来てる B さんの宅の子、一応多分彼女なりにいくらぐらい使うっていう予算があって、本人は趣味日に多分入れたいんですけど、それを今日に持っていきたくて、今月の予算そこで今日使い切って、で締め日も呼んで、もう一段階上上げたいって感じなんですけど、それをアランさん、いい感じにって言ってあれですけどその煽りすぎずなんか促す感じでついていただきたくて、一回ちょっとさっき沈んだ会話したんで、でここで一回上げて。いいね、考えてるね2年先輩のアランに助け舟を依頼。だがそのテーブルにはすでにベテランホストの銀が駆けつけていた。俺がホスト始めて一番最初に入れてくださった人ちゃんと覚えてるし、いまだにちょっとまだ繋がってるし、全然そんな寂しい顔すんなよ。大丈夫よ。何やねん。傍から見れば男女間のちょっとしたボタンの掛け違い。これを笑い飛ばせるベテランも時には必要だ。こうしてお店の売り上げは伸びていく。さらにナンバー2の融資のダメ押しに。ねえ、そうか。何ですか？何の話か全然わかんないです。何？いやいや、今日何するっていう話。今日何するって話。もう危ないで。怖い。誰お前の上司。怖い。お前教えて。顔が。そしていつもの颯太に戻ることができた。ここですかさず。どう？シャンパンどう？そんな売り上げ上がってないから正直。あるね。それは伝えたじゃん。そうだからできれば今日入れてほしいかなっていうのはあるから。この日颯太が狙っていたのはラストソング。ラストソングとはその日の最高売上を記録したホストが閉店時に歌を披露する、いわば紅白の大トリのようなもの。初めてのラスソン、それは今颯太が越えるべき壁だったとバックヤードがざわつく。よしちょっと来て。あいつらラスソン狙ってると思うけど絶対歌わせんだもん他の。新人が簡単に売れる店ってメディアでも思われたくねえし、やっぱ先輩強えなって思わせないと。多分だけどホスト業界うまくいきすぎて1期生の時にそうだったけどバンって売れた正代とかさ落ちたりとかすんじゃん。1年前にも同じく大々的にオーディションを開き、たくさんのホストを採用。ホスト未経験者ながらもその姿は YouTube に公開されると知名度が広がり、デビュー間もなくトップランカーに入ったこちらの2人だが、いわゆる YouTube バブルが消えた後は低空飛行。そして今颯太も動画を通して新規の客が増えている中、過去の失敗を繰り返したくないローラントは愛弟子であるユウシに指示。ここでやっぱすげえなと思わせるから超でけえから、もう絶対歌わせたいと思って次回新人を蹴落とせ、社長命令を受けたベテラン勢だったが、どう調子？
よくはないです。よくねえな。おいどうしたんだよお前とおしぼり。このロマネが売れない理由がこのシャンコに詰まってる。ロマネとせいや見ておいてください。ローランドのダメ出しはこの日本気だった。まあ一緒にやっててよかったなって言わせてる部分はあるけど言わせられてねえとがあって、それは僕が悪いってなったら俺はお前の幸せのためにも俺は環境を変えるべきだと思う。そろそろ。